SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのつるみんです。今回は、秒速 5cm 初見ネタバレ感想ということで、今週の感想動画ですが、君の名は天気の子などで知られる新海誠監督のアニメーション作品、秒速 5cm の実写化。アニメでは63分間という尺で3話構成となっていましたが、今回の実写化2時間という尺の長さ。主演の遠野孝樹を演じたのは、個人的にね、今の若手アイドルの中でズバ抜けて演技がお上手だと思う松村北斗くん。もう映画にドラマに引っ張りだこですよね。高木の寡黙ながらもどこかこう達観してるようなキャラクター。あれがもう松村くんと相性抜群ですよね。そして幼馴染のあかりを演じたのは高畑充希さん。高木に恋心を抱く高校生の隅田を演じたのは森七菜さん。そんな隅田のお姉さんであり、高木の先生にもあたる小清水を演じたのは宮崎あおいさん。アニメ版ではね、このキャラ、セリフも少なく、特に深掘りされることもないキャラクターだったんですけども、そういったそれぞれのキャラクターの立ち位置、それから深掘り要素ですね。実写作品ならでは実写作品としてどう変化が起きるのか、実写化としてこれは成功なのか、はたまた失敗作だったのか、今回ありがたいことに東宝さんから招待いただき鑑賞してきました。まずはいつも通り率直な感想からいきたいんですが、これはアニメ版の答え合わせの延長のような作品でした。まるで元からこういうようなストーリーだったんじゃないっていうように深掘りされたキャラ、新たに付随されたストーリー、我々が知らなかったあの続きの答え合わせ、そのそれぞれ再構築された脚色があまりにも見事でした。これ正直僕鶴見絶賛します。当時この秒速 5cm アニメ版を見た時に僕実はそこまでハマらなかったんですよ。山崎正義さんの One More Time, One More Chance あの曲だけが頭に残って印象的で、どちらかというと琴の葉の庭の方が好きかなっていう感じで、なんかこれあまりにも全てを達観しすぎてると言いますか、正直ちょっと痛いやつの作品なんですよね。ネットでも秒速 5cm 気持ち悪いっていうワードも検索トップになるほど、ポエムあまりにも詩的すぎてね、僕のように合わない人も一定数いるのも事実なんですよね。でも逆にその静かに淡々と語りかけるあの全てを明かさない味わいっていうのがバチッとねハマる人がいるのも事実。今作はそのアニメ版の雰囲気を保ちつつ詩的な要素を多少マイルドにさせて、それによってある程度ねストーリー自体が視界良好になりますので、アニメ版がダメだったっていう人でも今作のこの実写化いいかもっていう人結構いると思います。反対にね、アニメ版が好きだった方、言葉や描写では明かされない。でもそれぞれの心の中には留まっているあの神秘的で詩的な要素。それが好きな方にとっては、この新しく付随されたストーリーがあることによって、やっぱり新しく追加されたあのストーリー不必要だよという意見も、出てくるかもしれないですね。でも個人的にはアニメ版の雰囲気を崩さずにノイズになるどころか、新しく付随されたストーリーがあることによって、よりこの秒速 5cm という作品を深く知ることができましたね。もう僕はむしろ好きになったぐらいで、ぜひアニメファンの方も見てほしいですね。で、アニメ版が好きだった方の感想をぜひ聞きたいです。もちろんね、アニメ版が僕のように合わなかったという人の実写版のね、感想も聞きたいですし、あれをね、受け入れられたかどうかっていうのも感想のコメントをお待ちしております。あと、アニメ版をね、見ていなくても、もちろんこの実写化最初からわかりますし、何も問題ありませんので、ぜひ映画館に足を運んでいただけたら嬉しく思います。で、細かな演出やアニメ版との比較もそうなんですけど、ここからは作品を深掘っていくと同時にネタバレありで話していきたいと思いますので、まだ見ていない方は鑑賞後、またこの動画カムバックしていただけますと幸いです。
さて、ここからはネタバレありで作品の振り返り、また解剖をね、していきたいと思うんですけども、いやー、前半パートネタバレなしでもね、言いましたが、素晴らしい脚色でしたね。本当に無駄のない、ちゃんと意味のある肉付けをしてくれたなと感じました。もちろんアニメ版だからこそ映えるシーンっていうのはあるわけであって、そこはやっぱり改めてね、新海誠監督のアニメって素晴らしいなと気づくこともね、できましたが、いやー、ストーリーの再構築という部分において、ここまでうまく、違和感なくガチッとパーツがハマるとは驚きですね。まずは何と言っても第1話と第2話を大胆に入れ替えた展開ですよね。今作、高木とあかりのアフターストーリーとして、大人になった二人がすれ違うまでを丁寧にじっくり描いているからこそ、あの第1話と第2話を入れ替える展開、順番を入れ替えたからこそ、ダイレクトに脳裏に残り、見ている我々は無意識に幼少期の頃とリンクさせることができるんですよね。その工夫が素晴らしい。また今回アニメ版ではセリフも少なく、描かれるキャラクター像としては本当に匂わせ程度だった隅田のお姉ちゃん。宮崎あおいさんが演じましたけども、彼女の存在というものがちゃんとこの映画、キーマンとして回ってるんですよね。こんなにもあのキャラクターが今回の実写化のストーリーでちゃんと機能してるとは思わなかったですね。単にアニメ版で言うと第2話、高木の高校時代のみで完結するわけではなく、現代として明かりとつながりを持たせる。しかもそれが無理やり感が全くないんですよね。現実でも全くありえないわけではない。でももしそういうつながりがあるとすれば、それは奇跡と呼べる絶妙なライン。映画を見ている我々からしたら、高木とあかりはやっぱりアニメ通り再会してほしくない。というか、再会したら作品として最悪。あのすれ違いっていうのがこの作品の一番いいところなのにっていう感じでね。なので、小水隅田のお姉ちゃんがあかりを飲みに誘った時、もうドキドキしましたね。あっちゃうんじゃないのっていう感じで。でも結局仕事の残業で来れなくなったというのも、またこれ運命ですよね。そして2回目の再会チャンスですね。あの大雪の日のプラネタリウム。造反が遅れたのもある意味運命的で、プラネタリウムに行くことになり、その終わった後にね、きっとあれグッズ売り場かなんかですよね。天文手帳でしたっけ？あれが置いてあり、あかりは塔の高木という名前に気づくんですね。それでも彼女は待ち伏せするわけでもなく、探しに行くわけでもなく、ちょっとバスの中で物思いにふけながら帰宅するという。いいですね。ビターですね。アニメ版より、ここはよりビターというか、よくね、言われるのが、男性は過去の相手をフォルダ保存するが、女性は上書き保存をするって言うじゃないですか。まさにこの言葉を体現したかのようなあのシーン。もうね、最高に胸がギューンってなるんですよ。そして場面は切り替わり、駅のホームでかかる山崎正義さんのあの名曲 One More Time, One More Chance。このタイミングもバッチリでしたね。映像としてのフラッシュバックの爽快感っていうのも健在で、でもね、いつでも探しているよっていうあの一発目の歌詞、あの歌詞の意味がより実写版の方がダイレクトに伝わってくるようなタイミングでかかっていたかなと思います。で、高木は思い立って13年くらい前のね、約束の地へあの木の下を訪れますが、あかりは来ないと。そして高木がプラネタリウム内で館長とお話をするシーン。あそこもいいですね。思い立って木の下へ行った高木の思い。寡黙な彼が初めて自分の本音というものをさらけ出した瞬間、今まで誰にも話せず自分の中にだけ溜め込んでいた本音が涙とともに溢れ出すあのシーン、また吉岡さん演じる館長の優しい眼差しがこれまたいいんですよね。でも思わずね、あのシーン、うわー、松村北斗くん、顔綺麗って思いながら見てましたけど、ちょっと前髪が重たくてね、目に差し掛かってるシーンでは、ちょっと遠目で細めで見ると青木マッチョみたいにも見えましたけど、他にも良かったシーン、良かった点はいっ
ぱいありまして、もちろん一番はね、ストーリーに意味を持たせてくれた隅田のお姉ちゃん宮崎あおいさんの存在も大きいんですけど、いやー、隅田を演じた森七菜さんの演技すごく良かったですね。ほんと彼女はいろんな演技できますよね。完全にあれは実写版隅田でしたし、恋心を抱く乙女な高校生として、もうあれ以上ないくらいの演技力でした。それにね、今作の監督が、アット・ザ・ベンチという映画を撮った奥山義行監督なんですよね。僕、アット・ザ・ベンチめちゃくちゃ好きなんですけど、これね、今作の監督に奥山監督を起用したというのがまず素晴らしいですね。だって元あるアニメ版はもともと3部構成、3話構成となっていて、そのようなね、オムニバス作品にも強いですし、新海誠監督特有の被写体の背中をこちら側にね、向けながら、その奥にある背景の景色を素晴らしく綺麗に撮る。もうこれはもうまさに奥山監督が今までやってこられたことなんですよね。もうアットザベンチでも何度も美しい夕日を見ましたし、もうだから奥山監督以外この作品を撮るのはありえないと言いますか、本当にもうドンピシャなんですよね。アニメに負けない美しさ、星空や夕日だけで感情が伝わってくる表現技法。ちょっとね、夕日の中で紙飛行機飛ばし、紙飛行機めっちゃ飛ぶやんとかは思いましたけど、やっぱりこう素晴らしいシーンばかりなんですよね。さらにここはね、アニメ版にはなかった実写版ならではの良さがあったんですけど、それはね、奥山監督ならではの会話劇ですね。基本ね、カットせずに役者さんが噛んだり、言い直したりね、しても、それを本編に使う。本当によりリアルな空気感っていうものを大切にする監督さんなんですよね。で、その起用法が突出して良かったのは、高校時代の高木と隅田の会話シーンです。もちろんコーヒー牛乳を買うシーンもそうなんですけど、カラオケのシーンもそうだし、もうね、超リアルなんですよね。これはもうアニメ版では絶対にありえない実写版ならではのリアルさ、それが非常に出ている最高のシーンでした。ただね、もちろんアニメ版だから良かったなっていうシーンもありまして、個人的には幼少期、子供時代の描写ですね。これはもうちょっと仕方ないことなんですけども、あの子供たちのキャラクターが達観しすぎてるので、もうなんかね、こう、子供のくせにっていうのが勝ってしまうんですよ。それを実写、つまりアニメではなく子役が演じるってなると、どうしてもこう現実味に欠けてしまうと言いますか。もちろん子供時代を演じたあのお二人の逸材感は半端なくてですね、今後どんどんいろんなところでお見かけするんだろうなっていうのは感じたんですけど、元々のあの設定がね、アニメだからギリギリ許されていたみたいなところもあったので、正直実写にすると難しいよねっていう部分ももちろんありました。ただずっと言ってる通り、この実写化、個人的にはもう大成功だと思いますので、もう一度見に行きますね。正直ね、今年ベスト10に入れるか迷ってるぐらいです。それほど良かった。さて、今週の感想動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは様々な映画の感想、小ネタ、考察、裏話、それぞれをいち早く取り上げる映画チャンネルとなっておりますので、もし映画がお好きであれば、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、また来週。